I know you. That's Yeah, crazy. and I did subscribe for you. Oh. I swear, bro. That's Oh yeah. my god, I didn't think any time you come here.前回の動画、2つ目の国ギリシャのアテネに着きました。めちゃくちゃ楽しみにしていた国エジプトのカイロに行きます。ではレッツゴー。 Thank you. A few inches later. Okay. You're welcome. Have a nice time. Yeah, See you again. Yeah. Bye. Bye. See you. Have a nice time. Yeah, you too. Have a nice day. 仲いいタクシードライバーでした。空港でね、めちゃくちゃタクシーの人たちが交渉してきてて、あの人がいいやつそうだったんで、あの人のタクシー乗ったらめっちゃいい人でした。日本のサッカーの試合で日本人が試合後になんか自分の席をきれいにしてるところを見てめちゃくちゃ感動したらしくて、それを見て日本人が大好きになったらしいです。はい、まあという感じで無事カイロに着きました。イエー。はい、というわけでね、エジプトの首都カイロに着きました。エジプトがどこにあるかっていうと、中東と北東アフリカの接点にあります。僕エジプトの前はギリシャにいたんで、ギリシャから見ると少し南に住んだ場所になります。で、人口は結構多くて1億人ぐらいいます。おう、ふわふわふわ、何これ、なんか爆発の落ちてきてる。マジこういう感じで砂が降ってきます。人口はね意外と多くて1億人ぐらいいます。なので日本より少し少ないぐらいですね。でエジプトの国民性がどんな感じかっていうと、ちょっといて気づいたんですけれども、めちゃくちゃフレンドリーです。話しかけてきたり、意外とねぼったくるとかなく普通に優しい、なんかフレンドリーな感じです。はい、今ねカイロで有名なマーケットに来ました。でとりあえずサトウキビジュースを買ったんで飲んでいきたいと思います。安定のうまさです。でも大体ねこういうのね飲んでるからお腹壊すんですよね。払いたい。エジプトといえばとりあえず歴史が長い、そしてピラミッドみたいなイメージだと思うんですけれども、その通りです。古代エジプトっていうのは紀元前5000年から始まってるんで、今の、7000年前ですね。江戸時代、鎌倉時代、平安時代が、1000年前とかなんで、それと比べたら本当にめちゃくちゃ長いですよね。でもそれぐらいね長い文明を築いたのがエジプトです。僕ねエジプトの首都であるカイロにいるんですけれども、さあここの街でスケボーはできるのかっていう話ですね。なんかパークはね今カイロにはゼロらしいです。なのでカイロの街には1000万人ぐらい住んでるんですけれども、スケートパークがゼロということで、スケーターはいると思うんでどっかしらで滑ってると思うんですよね。なのでそのねスポットとかを探して一緒に滑れたらなと思います。果たしてこの街でスケボーはできるのかっていう話ですね。早速ちょっとスケーターを発見しました。ちょっと話してきます。Many skaters here? Yeah. Bicycle. They will be here. This is the only spot here in Cairo, or No, always. like no kick out? No kick out. Because in Japan, so many kick outs. Why? People don't like skateboard. Yeah, here maybe we're being annoying, but It's okay. it's okay. ローカルのスケーターに話を聞いたんですけれども、マジで滑る場所がないらしいです。基本ねこういう感じの道端の路面がいいところでスケボーしてるらしいです。夕方ぐらいにスケーターがいっぱい集まるっぽいんで、数時間後にねまた戻ってきてスケーターと一緒にスケボーしたいと思います。はい、今ねコシャリっていう有名なエジプト料理があるんですけれども、その有名な店に来ました。I put salt and pepper and
Thank you。これがね、エジプトの国民的料理、コシャリです。米とパスタと、あと豆と熱々のトマトソース、そして上にオニオンフレークがトッピングされています。今ね、一緒に食べてます。You like it? Yeah. Hello. Cheese. めちゃくちゃ絶品料理かって言われたらそうじゃないんですけども、まあローカル感を味わえるすごいいい料理でした。まあエジプトにね来た際にはぜひ食べてみてください。Thank you。マンゴー。僕のホテルがね4階なんですけれども、それで使うエレベーターはこちらです。この不安をね隠しきれないエレベーター。さっきのねローカルの人たちが教えてくれたスポットに来ました。ここに集まったりするらしいです。I know you. That's Yeah, crazy. and I did subscribe for you. Oh, thanks. I man. swear, bro. That's crazy. Thank you very much. Oh my God, I didn't think any time you come in here. Yeah, usually skate here. Yeah, we're skating here. Oh, I see. まさかね、エジプトに僕のフォロワーがいるとは思ってませんでした。2人がね、いました。ここね、フラットしかないんで、軽くフラット滑ります。Yes, nice ね。Good。こんな感じで、ね、いきなり歩行者がスケボーにチャレンジしたりします。Let's go! Watch out! How many years have you been skateboarding? 5 months. So let me see your kickflip. Dude! Oh, almost. My kickflip's so bad. Yeah. You got this. Oh, almost. Oh, I'm gonna cry now. oh. My kickflip. Yeah. Let's go. Nice. Nice make this. Yeah. Thanks, bro. So good. Thank you. ちょっとスケーターと一緒にカフェ行くことになりました。Nice. 10 years. Where are we going? Coffee. Yeah, Coffee shop. We're going to Small coffee shop. coffee. وفي مانجا في الموضوع. عندك ولا Wish you had more time. お茶の時間。 هذا في الكوبايه على بغطوه. The next day. はい、まあね、エジプトといえばこちら、でれん、ピラミッドを見に来ました。やっぱりやばいですね、ここから見たらピラミッド、バカでかい。まあ僕がね、エジプトに来た理由は、このピラミッドを見に来たみたいなもんですから、見れてよかったです。バン。そしてあっちにももう一個ありますね。ラクダめっちゃおるねんけど。よ。これやろ。これをあそこまでやろ。やばすぎ祭り。やっ
ぱりねエジプトといえば、ピラミッドですよね。ちょっとピラミッドを紹介します。ピラミッドといえばね、三大ピラミッドがすごい有名なんですけれども、実はもっとたくさんあります。その中でも一番大きいのがこの三大ピラミッドと言われている3つになります。大きくてそして古い順にクフ、カフラ、メンカウラの順番になっています。ちょっとね真ん中のやつが高いように見えるんですけれども、それは作った地盤そもそもが高いからです。ピラミッド自体が高いのはこの後ろに見えている、クフ王のお墓になります。高さ何メートルあるかっていうと大体146メートルあります。ただ、今はちょっとね崩れちゃったりして138メートルぐらいになっているそうです。でこの三大ピラミッドが作られたのは紀元前2500年なんで大体4500年前ですね。やばすぎ。それがねまだこんなに綺麗に残ってるっていうのは本当に信じがたいぐらいすごいですね。それだけでちゃんと作られてるっていうわけです。すごい分かるんですけれども、実際何がすごいのか。このピラミッドはめちゃくちゃ綺麗に作られていて、本当に完璧な正方形になっています。そして各面が正確に東西南北を、向いています。なので4つの角は本当に完璧な直角らしいです。でこんなに大きいスケールの方位や角度を正確に測るのは現代でも難しいのに、その4500年前にどうやってそんなに綺麗に測ったのかっていうのは未だに謎らしいです。見て分かる通りこの四角いねブロックを積み重ねて作ってるんですけれども、1個の重さが大体平均 2.5 トンぐらいあるそうです。重たいものはもっと重くて7トンぐらいにもなるらしいですね。でピラミッドのほとんどは石灰岩で作られています。石灰岩は近くで削り出してそれを持っていってるらしいんですけれども、内部の原質とかは花崗岩っていうもっと強い石で作られています。でこの石はこの近くじゃなくて数十キロもしくは100キロぐらい離れた場所から切り取って持ってきてるらしいんで、それを運ぶ技術も本当にすごいですよね。でその石を削り取って持ってくるまでは分かるんですけれども、そのクソでかいクソ重い石をあんな100何メートルまでどうやって一体積み上げたのかっていうのは未だに謎らしいです。昔はね奴隷をこうフクシュってやって作ったって言われてたんですけれども、今はそうではないことが分かっています。実際作ったのはね本当に優秀な職人たちらしいです。職人には大きく2種類いたらしくて、1種類目は常に働いている人が4000人ぐらいで、2種類目は短期的や間接的な働く人で、大体それが1万6000から2万人ぐらいいたそうです。この人たちはねランプを作ったり服を作ったりツールを作ったりしていたそうですね。でこの職人たちは一般人よりもいい生活ができていたらしくて、めっちゃいいご飯とかめっちゃいいお酒とか飲めたらしいです。奴隷でバンバンバンって作ったって思われたんですけども、実際はすごいねホワイトな職場だったらしいです。それでできたのがアーチョのワンダフォーピラミッドで、内部どうなってるかっていうと、あんまりめちゃくちゃいっぱい部屋があるわけじゃないんですけれども、3つぐらい部屋があるらしいです。バカ払いたい。でかい。昨日の飯で完全に腹下した。バカ腹痛い。あれがスフィンクスですね。すごい。はい、今ね、ローカルの人に教えてもらった美味しいご飯屋さんに来ました。ここなんかローカルでは有名らしくて、ハトが、食べれるレストランです。ローカル感満載すぎてメニューもね全く読めない。で座ってとりあえず渡されたのがこちらですね。なんなんこれマジで。失礼やけど泥水じゃね。辛いスープかな。でもうまい。なんか鶏ガラスープかな。でも結構スパイシーです。サラダとピクルスかなと、何これで、これがエジプトで有名なパンみたいなやつですね。豆果たしてうまいのか。中にはですねご飯が詰まってますね。あ、うまっ。このレストラン雨降ったら終わりで笑った。いや洪水やねんもう。チキンよりちょっと弾力があって、臭みじゃないですけどちょっと風味がありますね。待って、いや外洪水やん。今見て分かる通り、空港にいます。というわけでエジプトともね
バイバイの時間がやってきました。とりあえずね人がいいっていうのが僕の印象に残ってます。正直食べ物はね、鳩料理はめっちゃ美味しかったんですけれども、なんか正直僕の口にはあんまり合わなかった料理が多かったかなっていうのが正直なところです。エジプトの料理はまあまあって感じですね。でもね、本当に僕がねずっと見たかったエジプトのピラミッドとか見れたし、歴史も、博物館とかで感じることができたんで、僕的にはすごい満足な旅でした。ローカルのスケーターたちと、会ってすごいね仲良くなって一緒に、滑りました。最後はね、一緒にカフェに行って夜中の12時過ぎぐらいまでお茶飲んで話したりしてました。めちゃくちゃねいい人たちで、本当になんかスケボーだからこそつながれた人たちだし、なんかスケボーだけでそのローカルの人たちとこんなに仲良くなれるのは本当にスケボーの力だなというふうに改めて感じました。めちゃくちゃ最高でした。という感じでね、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしよければ高評価、コメントとあと登録をねしてもらえると非常に嬉しいです。で、僕オンラインサロンのとかもやってるんで、オンラインサロンもぜひチェックしてみてください。で、まだ僕の旅は終わりません。この次どこに行くかっていうと、この次はねイタリアのミラノに行きます。なのでね、その動画もチェックしていただければと思います。では皆さんまた来週会いましょう。ボーイ&コンプトボーイ&ボーン。